皆さん、こんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。今回もわかりやすい日本語でお話をしていきたいと思います。はい。皆さんは日本語を学んでくれていますね。皆さんは日本が好きですか？日本の文化を好きでいてくれていますか？皆さんが日本とか日本の文化を好きでいてくれたらいいなと思っています。一方で、私たち日本人なんですけど、最近外国人をあんまりよく思っていない人が増えているように感じるんですよ。私の周りにもいるし、ニュースとか SNS のコメントとかもね、読んでると、外国人に対してマイナスな気持ちを持っている日本人は最近増えているように感じます。とっても悲しいんですけど、今回はそういうね、ちょっと真面目なテーマについて正直にお話をしていきたいと思います。私個人的にはこういう変化についてすごく悲しい気持ちになっています。昔は外国人に対してこんなに悪い印象を抱える日本人はそんなにいなかったと思うし、日本はすごく平和な国だったなっていうふうに思うんですね。マナーが悪い外国人が多いから外国人には来てほしくないっていう人もいるし、昔外国人が少なかった時の方が日本は良かった。そういうふうに言う人も正直増えたかなと思います。これはなぜかというと、外国人客が増えてマナーを守らない外国人が目立つようになったからですね。つまり、この一部の悪い態度の外国人を見て、外国人は嫌だって感じてしまう人がいるっていうことですね。これはもったいないなって思う反面、仕方のないことだなとも私は思います。じゃあね、どうして今こうやって外国人に対してマイナスな気持ちを抱く日本人が増えたかというと、理由は大きく2つあるなと思っています。1つ目は、日本に来る外国人のタイプが変わったこと。2つ目は、日本人の自信がないこと。この2つです。詳しくご紹介していきます。まず1つ目、日本に来る外国人のタイプが変わった。これは、今、日本はね、安い国になったんですよ。円安って言って、円の価値が安い状況が続いていて、海外から見ると日本は安く旅行をしやすい国になったんですよね。これは私の記憶なんですけど、10年くらい前までは、どちらかというと日本はちょっと高級な国だと思われてたと思うんですね。私の外国人の友達も結構日本に旅行をするのはお金がかかる。日本には行くのも高いし、日本国内で旅行をする、滞在をするのも高いっていうふうに言われていたんですよね。私も友達にそういうふうに言われてました。だからこそ、ある程度収入がある人たちが来ていたんですよね、昔は。で、そのある程度収入がある人って、やっぱり社会で活躍している人が多いから、ある程度マナーを守れる人が多い傾向があったと思います。それに、日本でのマナーについて自分で調べる能力が高い人も多かったんだと思います。でもね、一方で今は日本旅行が安くできるようになって、もっと多くの人が気軽に日本に来れるようになったんですよね。で、その中には、残念ですけど、マナーをよく知らないまま来る人もいます。あるいは、そもそもマナーを守ろうとする気がない人もいるんですよね。
社会の常識なんて知るかっていうような人も来やすくなっちゃったんですよ。あとは SNS の影響も大きいかなと思います。この10年で SNS ってすごく大きく成長しましたよね。で、SNS で目立ちたい、注目されたいっていう気持ちが強くなった結果、周りに迷惑をかけてしまう、そういう周りに迷惑をかけるような行動をする人も増えたと思います。例えばね、有名なのは渋谷のスクランブル交差点ですね。たくさんの人が行き交うあのスクランブル交差点で、他の人の邪魔になるような撮影をしたりする人って結構 SNS でね、見かけますよね。でもあのスクランブル交差点って外国人にとっては観光地かもしれないけど、渋谷で働いている人にとっては日常で歩かなきゃいけない場所なんですよね。生活の一部なんですよ。だからそういうところで迷惑なことをする人がいたら、やっぱり目立ちますよね。皆さんも自分の生まれ育った町とか、自分の働く町で観光客が邪魔になるような撮影をしていたら、やっぱりイライラすると思います。それに目立つと思います。外国人への印象って悪くなりますよね。それから以前もお話をしたんですけど、街にゴミが増えましたね。私は最近久しぶりに渋谷に行ったんですけど、もうすごく驚きました。道がゴミだらけだったんですよね。昔の渋谷、10年以上前かに私は渋谷で働いてたんですね。バイトをしてたんですけど、あの頃はこんなに汚くなかったですね。その頃から渋谷は外国人が比較的多い街だったはずなんですけど、もうこの数年で外国人客が一気に増えて、その分一気に街も変わったと思います。日本の街にはゴミ箱がないっていう話は以前の動画でしましたね。まだ聞いていない人はぜひそっちのお話も聞いてほしいんですけど、日本人はゴミを家に持ち帰る習慣があるっていうお話をしました。覚えてるかな？でも外国から来た人はその背景を知らないんですよね。だからただただゴミ箱がないのが不便だから、そういう日本が悪いって思って道にゴミを捨てていく人もいるんだろうなとは私は思います。はい。で、2つ目が日本人の自信がないことですね。日本人ってすごく外国人に対して弱気だなって思うことが多いです。例えば、外国人に英語で話しかけられた時に、英語が話せなくて申し訳ないなとか、そういうふうに思う人が多いと思います。何か言い返したくても言い返せないのは、英語が話せない自分が悪いから自分が我慢するしかないって考える日本人ってすごく多いと思うんですよね。それは確かに英語圏の国だったらそう思っても仕方ないというか、そう思うべきだと思うんですよ。でも日本で日本人が日本語しか話せないことについて悪いと思うのは、これはおかしいと思うんですね。日本に来る外国人が日本語を話す努力をするっていうのが自然なことだと私は思います。だってみんな日本に来る必要はないのに、自分の意思で日本に来てますよね。日本語を話して英語を話さない国っていうのは分かっていて来ているはずですよね。外国人が自分で選んで日本に来ているんだから、日本語を話す努力をすべきなのは外国人だと思うんです。なのに日本人の多くは英語が話せない自分が悪いって思っちゃうんですよ。これは長い間英語教育を受けている。それなのに自分が話せない。
それは自分のせいっていうふうに感じてきた文化のね、影響もあると思います。自分が英語を話せないせいで外国人に強く言えない。そういうふうに日本人は感じちゃうんですよね。だから間違っている行動を見てもうまく注意ができなかったりとか、そういう場面がすごく多いと思うんですよね。それを見ている周りの人は、やっぱり外国人ばっかり得をしている。日本人ばっかり我慢しなきゃいけなくて不公平だ。こういうふうに感じてしまっている日本人が増えているように感じます。相手が外国人のせいで話にならない。この日本人の自信のなさがそもそも外国人を避けたいっていう気持ちの種になっているようにも感じるんですよね。私自身も結構海外旅行はしますけど、例えば英語圏に行ったら私が英語を話さなきゃいけないっていうのは当たり前だと思います。日本語を話してくれなんて思わないですよね。じゃあ、英語圏じゃない外国に行ったらどうかというと、私は日本語と英語しか話せなくて申し訳ないなって思います。相手の母国語で会話をできれば相手は楽なのに、私が外国人で日本語と英語しか話せないせいで相手に迷惑をかけてしまっているっていうふうに私は思うんですよ。だから日本語か英語で意思疎通をできる人がいたら、すごくありがたいなって思います。すごく感謝します。でも、日本に来る外国人の中には、そう考えない人も多いんですよね。日本人が英語を話せないのが悪い。自分のために英語を話して当たり前だ。そういうふうな態度で日本に来る外国人が最近はすごく増えたように感じます。日本語を話せる必要はないけど、英語を話そうとする日本人に対しては、リスペクトを持ってほしいと私は思います。英語が話せないことについて文句を言うなら、英語圏の国に旅行に行きなって思いますね。日本に来なくていいんだよって思っちゃいますよね。私自身はこういう問題をすごく悲しいことだなって思いながら見ています。みんながみんなお互いのことを理解しようとして優しさでコミュニケーションを取れればきっとみんなが過ごしやすい場所になると思うんですよね。私自身はこういうふうな状況になってしまった今をちょっと悲しいなっていうふうな気持ちで見ています。多くの外国人が日本が好きで、日本人が好きで、日本の文化を尊重するつもりを持って日本に来てくれていると思うんですね。日本語が話せる必要はないんですよ。日本語が話せる必要はないです。でも、日本に来るからには、日本のルールに合わせよう。そうやって思えない外国人が昔よりも増えてしまった。結果、日本人も外国人に対して悪いイメージを持ってしまうっていう、もう悪いスパイラルですね。外国人の中には日本が嫌いなのにあえて日本に来て悪さをする人も最近は増えているように感じます。マイナスの気持ちで行動したことってマイナスの結果しか生まれないと思うんですよね。だからこそもうここはできればね、日本が好きな人だけを観光客として受け入れるような体制ができれば一番いいんだと思うんですけど、それも難しいので、今後日本がどうなっていくのかなっていうのは正直不安なところでもあります。もしかしたら皆さんもそういう一部の悪い外国人のせいで日本人から嫌な顔をされてしまうこともあるかもしれないです。でもそれは皆さんがマナーを守って行動してくれていれば、そういう部分をね、見ている日本人もいるはずなので、
一つ一つの出来事に悲しまないでくださいね。こういう背景があるから自分のせいじゃなくて悪い外国人のせいで自分まで巻き添えを食らってるんだっていうのに気づける時が来るかもしれないのでね、そういう時にこのお話を思い出してもらえたらと思います。ちょっと真面目な話になっちゃいましたけど、最後まで聞いてくれてありがとうございました。こういう動画が参考になると思ってくれた人は、いいねボタンとチャンネル登録とコメントで教えてください。ではまた別の動画でお会いしましょう。またねー。